こんばんは、ナオキングです。今回はちょっと緑石 SPS のフラグの作り方っていうのをちょっと動画にしてみたいと思います。ちょっとリクエストがあったんで、誰かのためになればと思って、やってみます。使ってるフラグはこんな感じで、普通のものですね。M サイズで自分は普段やってます。で、使ってる道具なんですけど、左から塩ビパイプカッター、赤いやつですね。で、枝切りバサミ、どっちも1000円ぐらいですね。で、次が、コーラルカッター専用のものになるんですけど、これ多分今発売されてないのかな。で、その次に見えているのが、アロンアルファのナンバー5ですね。これ結構使ってる人多いと思うんですけど、アクアリウム用ボンドと、内容物が同じで、水に入ると固まる性質があるというもので、これで被害が出たことは今のところありません。で、清潔なタオルとプラケースですね。でまず、プラケースに飼育水を入れて、その中に、使うフラグを入れておきます。こうすることによって、フラグの中にある気泡を抜いておきます。で、これが、今回、枝打ちする、フラグにする緑石です。左のグリーンの、姫松緑石ですね。でこれが右の、ちょっと名前が正確にわからないんですけど、多分スゲ緑石に、接触して、先端がちょっと白骨化してるんで、これをちょっと、救済も兼ねて、このまま、なんていうんですかね、自然な感じにしちゃってもよかったんですけど、ちょっとフラグを作る動画も作れるし、ちょうどいいかなってことで、今回フラグにすることにしました。で、使う道具は、今回はコーラルカッター。コーラルカッター買えない方はニッパーなんかで代用が効くんじゃないかなと思います。で、折る場所の太さに合わせて道具を使い分けて、こんな感じでガシッと周りの被害が出ないように慎重にちょっと考えながらやってください。で、折った後ね、落としたりしないように気をつけてください。落とすと結構どこに行ったのか分かんなくなって後で接触して白骨化なんてこともあるんで、発火ですね、なんてこともあるんで。で、今回折ったものとさっき浸しておいたプラグですね。で、プラグの表面の水分を、タオルで取ります。これはアクアリウム用に自分が使ってるタオルなんですけど、で、水分を取ったところにナンバー5のボンドを山になるようにこんな感じで持ってください。これ水分を取らないと表面というかね、接着面が固まってしまってうまく接着できないので注意してください。で、フラグの、切断面ですよね、基本的にはを、つけるわけなんですけど、これも一応水分を取って、あんまりね、汚いタオルとかでやっちゃうと感染症になっちゃうんで注意してください。で、こんな感じで周りがこう接着剤で盛られるぐらいの量をつけるのがコツです。で、ゆっくり水の中に浸してあげると、その時点ですでに効果が始まるので、この状態で5分から10分、心配な人は15分ぐらい、置いてあげて、要素の添加なんかをして殺菌なんかをしてあげるっていう人もいるんですけど、自分はちょっとしたことないですね。今のところそれで問題なくできてます。心配な方は要素ディップですね、行ってください。これが20分後ぐらいにもう自分は水槽に入れちゃって、フラグベースに入れたところです。こんな感じで、もうポリプも出してますし、このまま順当にいけば、フラグを覆ってきて、上の発火部分も、覆っていくと思います。周りのサンゴ見てもらえばわかるんですけど、結構フラグをね、覆ってきちゃえばもう安心です。こんな感じでフラグをたくさん作って、友達と分け合ったり、オークションに売ったりとか、いろいろできると思うんで、ぜひやってみてください。また、買った緑石だったり、
そういう増やした緑石ですね。を、こんな感じでフラグのごと植えて、これが、小指の第一関節ぐらいの大きさだったものを、1年ちょい育てて、フラグから、どんぐらいだろうな。親指2本分ぐらい、結構大きく育てたんで、愛着があるストロベリーです。こんな感じで、緑石のフラグの作り方終わります。で、ここから先はちょっとおまけになるんですけど、スターポリプの増えた時の、株分けの方法っていうのもちょっと知りたいっていうことでリクエストもらってたんで、今回、たまたま、うちに、大先輩からいただいた、大事なストアポリプが、もう、これでもかってぐらい巨大化しちゃったんで、もらって5倍、もらった時の5倍ぐらいになっちゃったのかな。で、もうちょっとライブロックにくっついちゃうと大変なんで、その前にカットしなきゃっていう、ずーっとここ1ヶ月ぐらい思ってたんで、これいい機会だと思って、今回取り出したんですけど、これがめちゃめちゃでかくて、もうこの時点で、マジかって思ってますね。マジかと。やべえと。ジャージでやってる場合じゃねえと。これ、大丈夫か、こう、用意したケースに入るのかって思ってるところです。こんな感じで、取り出す前にポリプをある程度振って、ポリプをなんていうんですかね、しまわせてあげるといいと思います。で、取り出して、ちょっとケースよりでかくて、カッターで本当は切る予定だったんですけど、ちょっとこれカッターでいけるかわかんないっていうのがあったんで、今回ちょっと枝切りバサミで4分割に切ることにしました。で、切り出したんですけど、思ったより厚みがあって、で、ちょっと枝切りバサミがね、どこまで入ってんのかわかんないぐらいスタポがちょっとでかかったんで、これカッターのが良かったなって今また思い返してるところですね。で、ちょっと急いでカッターを取りにダッシュして、で、カッターを持ってきたんで、続きから。もうライブロックが中にないんで、ギコギコと。砂地の上をね、這わせて成長させれば、こんな風に、中に砂が多少入ってるぐらいで、簡単に切れたり、株分けができるんで、ライブロックにね、くっつかないように、砂の上で育ててあげた方が、スターポリップはいいと思います。ライブロックまで覆っちゃうとね、もう緑石とかより結構毒強かったりするんで、四方毒が。砂の上で育てることをお勧めします。もしライブロックにくっついちゃってきてて大きいんで切りたいとか、そういう人は、マイナスドライバーとかでライブロックを下にして、タオルを敷いて上からマイナスドライバーでハンマーで叩いたりして、ライブロックをまず割ってから、スターポリップをこう切ってあげるような感じで株分けしてあげるといいと思います。こんな感じでね、もうめちゃめちゃでかい。4つに割ったのに1つがもう手のひらぐらいでかいという。スターポリップの上にスターポリップがこう増えて、高さまで出ちゃってて。こんな感じでしょげちゃって、当日はポリップを出さないとは思うんですけど、普通に変えてた環境であれば、どんどん増えていくと思うので、こんな感じで動画を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。Thank you.